こんにちは、チキチキバンバン、マリコです。しもです。はい、今回からついにですね、はい、ベッドを作っていきます。はい、ベッドは何本かに分けて前にも出してるんですけど、完成していなくて、でちょっとね、私たちの中で迷宮入りしちゃいました。はい、なので一旦寝かせてました。はい。でちょっと寝かしてる間に、玄関の方とか違うところをやりつつ、ずっとね頭の片隅で、ベッドどうしようかな、こういう形どうだろうな考えながら進めてて、でついにベッドをやる時が来たので、作っていきたいなと思います。はい、じゃあ今週からベッド制作完成まで頑張りましょう。はい、こんな感じで今スノコベッドがある状態です。なんですけど、ちょっと結論から言うとこの形はやめようと思います。ちょっとその理由は2つあるので、一旦もともと考えてた形っていうのをやってみますね。もともと考えてた形は、ソファー兼ベッドを考えていました。で今はそのベッド型になってます。じゃあ一旦ちょっとソファー型に戻してみようと思います。ここをね、ここが、こうね、123枚だったら、2と3の板がキュッて山なりになって、で1は普通にただスライドするだけって感じで、こうソファーベッドソファーベッドみたいな形を想像してました。で今ここがソファーの背もたれになってるっていう形です。だけど、これよく考えたらそっちから見た時にね、めっちゃ残念なんですよ。なんか私たちがさ、座るとこの高さになるの。プライベート空間っちゃプライベート空間だけど、なんかね寂しい。ちょっと狭いですけど、こんな感じのイメージです。ここでさ、こうパソコンしたりさ、一緒にご飯食べたりしてる時にね、あー綺麗な海だなとか、あー緑が豊かだなとか思いたいのに、全然見えないねえなんでこの形にしてしまったのか。確かに。本当これ考えてる時は電動化と、展開が楽なベッドの形しか考えてなかったから、一切ね、なんかその楽しみ方っていうか、実際使った時のことを想像できてなくって、進めちゃってたんですけど、ちょっとこれはダメだっていうことになりました。で2つ目はこの構造自体が脆いっていうことです。というのも、私たちはこれを電動化しようと思ってるんですけど、そうするとシリンダーがこの山の間に斜めに入るんですよ。でこれは視聴者さんに指摘されて気づいたんですけど、その斜めのシリンダーに対して私たちがこう腰掛けたりすると、シリンダーって横方向の力に弱いみたいなので、すごく危ないじゃないかっていうことに気づきました。でそのね、やっぱ斜めにシリンダーを動かすっていうことで、本当に動いてくれるのか、脆さだけじゃなくて、なんか全てが不安だったんだよね。ちょっと複雑化しすぎたんじゃないかなっていうところがあったので、一旦寝かして、で最近また話し合った結果、やっぱこの構造はやめようっていう話になりました。ということで、もう構造をガラッと変えて、なんかこう引き出せるスノコのベッドにしたいなと思ってます。でゆくゆくは電動化できたらしたいなと思ってるんですけど、まずはそのスノコを手動で動かせる形で組んでいきたいなと思います。やっていきましょう。じゃあちょっと悲しいけど解体していきます。虚しいね。いや、いいスノコだね。解体終わりました。この長い方の赤松、これは使おうと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。ではまず最初にここの真ん中につくテーブルを取り付けていきます。ちょっとね、イメージ動かしてみよう。おお、こんな感じでいいね。ソファーに座ってる時に食事をとったりできるテーブルがここにつきます。よし、じゃあこれ取り付けていこう。そうしよう。今切ったのはテーブルの横に来る木で、アウターレールを取り付けるためのものになってます。
テーブルできましたー。イエイ。ちょっと食事のイメージしてみよう。早速使ってみましょう。はい。あ、取っ手とかつけたいね。ね、ちょっとここもね見せたくないから、こういうのね、木のカバーつけて取っ手をつけよう。そうしよう。はい、はい、どうぞ。はい。おおお。ー。あ、いい。なんか嫌な音めっちゃするけど、なんかガタンガタンっていうね。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。出てたんだね。ああ、ネジだった。ネジ大事。こんなにネジ大事だと思ったことあんまない。ね、本当に。ちゃんと止まるよ最後に。おお、いいね。収納されたところで固定されるようにローラーキャッチをつけたいと思います。はい。高さを合わせるために、このちっちゃい杉板の端材で盛ります。おい。上手。上手。ありがとうございます。オッケー。はい。ついたー。こっちもついた。食べてみよう。はい。あ、いけたいけた。あれ。なんでかな。なんでついてきたのかな。ちょっと。板が折れた。面白い。ちょっともう明日にしようか。暗いし。そうしよう。終わり。また明日。お疲れ。はい。昨日割れちゃったこのキャッチの板を付け直したいと思います。お願いします。はい。で、昨日はこの杉板を使ってたんですけど、今日はね、合板を使っていきたいなと思います。いけました。はーい。順調。できたできた。いいね。いいね。よかったよかった。はい。じゃあベッド作り開始。皆さんご集合。ちょっと待って。お、よかった。よかった。750。なんでやねん。750なんでやねん。よかった。焦ったよね。どうしようと。逆だったらちょっと嫌だったけど。だいぶ嫌だった。スノコベッドの土台を切りました。はい。これはこのままだと結構抵抗がありそうなので、一旦やすって滑りやすくしようと思います。はい。あ、スラスラですね。いいね。お肌もこんな簡単にスラスラになったらいいのにね。磨きたいね、毎日。やばい人いる。ピカー。はい、じゃあ滑りやすくするためにブライワックスを塗っていきます。続きましてこちらはスライドする棒です。じゃあスノコの板の方も塗装していきます。はい、ワックス塗装できました。でこれがスノコベッドのこの可動部なので、そのワックス塗装にして滑りやすくしたんですけど、ちょっとね検証してみたいと思います。本当に滑りやすくなったのか。今塗ってないのと塗ってるの2パターン用意してみました。はい。じゃあまず塗った方からいきますか。はい、いきます。あ、すごい。もう抵抗がない。すごい。ではこっち。何もやってない方行ってみましょう。
さっきここを挟んでても全然こうやって動く感じだったけど、いけるかな。ガチッと側面ガチッとマジで無理。本気出して本気出して。やばい、めっちゃ力いるし、あ、いっちゃう、一緒にいっちゃう。と、まあこうなります。思ったよりもすごい効果が、期待以上の効果が出てた、こっちに。多分ガチガチにさ、詰めて並べることないと思うけど、万が一ね、側面とぶつかった場合でもちゃんと滑るようにね、マックス塗装しました。はい、組み立てていきたいと思います。はい、ちょっと土台を盛りました。はい、ちゃんとね骨組みが来るところの下にたわまないようにこういう風に土台を仕込みました。ということで、すのこ作っていきます。はい。がっちり L 字で留めました。はい。おー、いいね。すべすべ。ね。じゃあ長い方の板の下に来る骨組みも下に固定していきます。じゃあ下の準備が整ったので上の板を並べていきます。はーい。並びました。ネジ止めしていきましょう。はい、この時点で動くかどうか確認します。はい。いきます。はい。おー、大丈夫そう？硬いぞ、ちょっと。慣れてないだけかもしれない。むしろこのぐらいしっかり確かに隣り合ってた時の、隣り合ってた方が安心感はあります。いいかもいいかも。じゃあこっちも止めましょう。はい。できたー。すごい、動かしてみよう。できましたー。あれ、ちょっと待って、思ってる方いる。ちょっと待って。待って。なんでなんであれめっちゃきつい、こっち。なんで想像してたことをミスるんだろうね、その通り。ねえ、だってこうなるかなって思ってたのにね。潔くやり直します。まあ潔くってやり直さなきゃいけないけどこのままじゃ無理だから。アホしたー。アホだったー。ねえ、懸念はしてたけどさ。ギチギチすぎて動かせなくなってたので、間に厚紙2枚分を入れたいと思います。はい。オッケー。ちょっと1段階目チェック。チェック入りましょう。はい。あ、全然。余裕余裕。この3枚クリア。よし。じゃあまた2枚2枚やってみよう。いきます。はい。てれん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 。イエーイ。おお。できたー。ちょっとマットレス乗せてみたくない？乗したい。大丈夫。お、ナイス。おお、頑張った。うい。めっちゃいい。あ、でも穴は感じる。感じる。あ、でも全然出る。本当だ。すごくない？すごい。なんかさ、寝返り打った時に穴感じるよね。あれ、ここ板ないな。ここ板ないな。ないなってなるね。はい、ということでスノコベッドリニューアルできました。いやー、お疲れー。何回もやってるね、スノコベッド。いや本当に既視感だよね。なんかね、これ見たことある。じゃあまだまだ
マットとか作っていかないといけないから、頑張っていきましょう。じゃあもうこの後すぐマットとこっちのね収納とかやっていきましょう。はい、ということで今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。